おはようございます。ちょっとポートフォリオを意識してみた最初の動画で編集の工程をお見せしました。今回からそれぞれの項目について説明していこうと思います。最初にテロップの作り方です。本来は一番最後の工程なんですが、テレビの現場ではアシスタントとしてここから入ることが多いからです。また編集ソフトのテロップ機能は使わない前提で説明していきます。オンライン編集では編集ソフトをまたいだり、テロップ専用ソフトを使う場面がとても多く、何より機能的に自由度が低いからです。では説明していきます。まずテロップについていくつかのポイントに分けて説明していこうと思います。最初に最も大事なフォントについてやっていきます。テロップ作成用に Photoshop を起動しました。例文を打っていきましょう。イーハトーボの透き通った風。フォントのサンプルとして見かける文章ですね。はい、打ち終わりましたら中央に整列します。すべて選択から整列ツールで横軸の中央、縦軸の中央に揃えます。文字ウィンドウを選ぶと、フォントと様々な項目が設定できます。インストールされているフォントがずらっと出てきますね。まず基本的なフォントであるゴシックを選びました。とても認識しやすいフォントです。一別して内容が大体わかるテロップ向きのフォントですね。これを複製してもう一つ明朝にしてみます。並べてみました。基本となる2つのフォントです。最近は多種多様なフォントを目にしますが、まずこのゴシック、明朝でバリエーションを作ることをお勧めします。正体、斜体、文字の太さ、今後説明しますレイアウトや色装飾で十分に差別化したテロップが作れます。そこにアクセントとして違うフォントを使うことで、ゴシック、明朝も相乗効果的に引き立ちます。また、ゴシック、明朝のみに限らず、使うフォントは少ない方が番組や動画コンテンツとしての統一感が出ます。慣れてない人はいろいろやらなきゃとなってしまい、ついフォントにしても色にしても増やしがちですが、引き出しがないうちからやってしまうと、バリエーションに行き詰まる、まとまりがない出来になってしまうなどデメリットばかりです。僕もたまに白黒、ゴシックのみという縛りの仕事をしますが、バリエーションを考えるいいトレーニングになります。やってみてください。制限があることで表現の幅が広がる。まるで末期のファミコンソフトのようにスキルが上がっていくのが実感できると思います。では他のフォントも並べてみてみましょう。さっきのゴシック、明朝も含めて5つ並べてみました。上から UD 明朝、ニューロダン、セザンヌ、平木の丸ゴシック、クレイです。あまり装飾性のないシンプルなフォントたちです。まず明朝。これは名前が表す通りユニバーサルデザインに基づいたもので、案内板や説明書などに使われることが多いフォントです。次にゴシックの2種類です。よく見ると違いがわかりますが、はい、ひらがなに注目。おやりに違いが現れていますね。セザンヌの方がややフォーマルな印象を受けます。続いて平木の丸ゴシック。MacOS で採用され、Web ブラウザなどで Mac が綺麗と印象づけたフォントです。そしてクレイです。明朝と同様、筆文字から派生したフォントです。線が細いですが、羽や払いといった先端が先細ってないので視認性が保たれています。ドキュメンタリーのコメントフォローでよく見ますね。次は見た目がガラッと変わって特徴的なフォントを並べてみました。上からユールカ、ツバメ、レゲエ、コメット、K フォントです。
順番に見ていきます。では、ユールカです。とてもポップな印象です。この系統になってきたポップハピネスというフォントをさらに崩した感じです。そしてツバメ。これは例を挙げると朝ドラのおかえりモネのテロップに使われていました。私は個人的にこのドラマが好きでした。昨日何食べたの2人が出てきて、さやかさん、夏木マリさんがとてもいい味を出していましたね。ドラマの感想になってしまうので、この辺で。はい、レゲエです。これはトゲトゲしいフォントですね。インパクトがあります。バラエティでこのフォントのテロップが震えているのをよく見かけますね。それからコメット。これもなかなか主張の強いフォントです。以前学生がロボットで対戦する番組で使ったことがありますが、スキップと同様に情報テロップ用途で使いやすいかもしれません。そして K フォント。これは無償で使えるフォントです。アニメ軽音のタイトルロゴをモチーフにした弦の書くゴシック、原神ゴシックといった従来のゴシックフォントに手を加えたものということです。以上10ちょっとのフォントを紹介してきました。実際に使われている例を挙げると、タレント中川翔子さんの YouTube チャンネルで K フォントが、またラーメン YouTuber すずるさんのチャンネルでコメットが使われています。ところでフォントの後ろにアルファベットの記号がついているのに気がついたでしょうか。これはフォントの太さを表すもので、一番細いものを W1 または UL、太いものを W10 または UB と表します。細さに関して実際 W3 より細いものは見たことはないんですけれども、ちなみに LB といった表記は ISO に基づいた表記ということです。紹介してきたフォントを使用するにあたって購入またはサブスクリプション契約という方法があります。私はフォントワークス社のサブスクリプションサービスモジモを利用しています。用途ごとに数種類から数十種類のフォントをお手頃価格で使用できます。フォントの所要利用に関しての記載などがありますので、規約を守って利用してください。さていかがでしたか？フォントについて説明してきましたが、大事なのはテロップの内容と用途でフォントを決める、管理するということです。シリアスな文言なのにポップなフォントは合わないし、サイドテロップ、コメントテロップ、情報テロップといった用途を整理せずフォントを使うと、まとまりがなく見ている人も困惑してしまいます。今回は以上です。お疲れ様でした。